Please welcome Akiko Suzuki, Deputy Division COO, Communication Design Division, Suntory Holdings Limited. Kosuke Hiranoi, Business Produce Division 9, Managing Director, Dentsu Incorporated. Taihei Oka, Industry Head, Brand Solutions, Google Japan. 皆様こんにちは。 Google の岡です。本セッションではサントリー様の横断型キャンペーンの効果検証への挑戦についてご紹介いたします。サントリーさんにはやってみなはれという言葉があります。その精神に基づいて効果測定の分野でも新しいチャレンジを行われました。サントリーさんは複数のメディアやコンテンツを組み合わせた施策を実施しております。しかし従来の測定方法ではどの施策が効果的かを判断するのが難しいと感じていました。そこで Google ADH を活用した施策の横断評価にチャレンジ、電通さんと Google とともに実施しました。鈴木さん、この挑戦について詳しくお伺いできますでしょうか。はい、皆様こんにちは。サントリーホールディングス株式会社宣伝部長の鈴木です。今回の取り組みでは加速する生活者やメディア環境の変化においてマーケティング施策の効果を可視化し、次のコミュニケーションプランへのヒントを見つけることに挑戦しました。実は私は2019年に続き2度目のブランドキャストへの登壇となりますが、この4年で生活者のメディア接触状況はますます多様化し、冒頭の中条さんのお話にもあったマルチデバイス、マルチコンテンツが一般化しています。コミュニケーションもお客様に合わせた形で接点ごとにコンテンツをカスタマイズしていかなければいけない時代になっているのです。そのため我々の施策も従来のテレビ CM を中心としたコミュニケーションからより複層的に変化しております。さまざまなアセットを複数のメディアにまたがって同時に発信しているのです。しかし複層的になることに伴い施策ごとに効果を分けて検証することが難しく、どれが本当に有効だったかを見極めづらくなりました。また広告クリエイティブの効果測定でよく用いられるアンケート調査のみでは特定のターゲット向けの施策を正確に評価できないなど、従来の手法だけでは対応できない部分が出てきたのです。この課題解決にご一緒いただいたのが電通さん、Google さんです。3社でプロジェクトチームを構成し、統合メディアプランディングに挑戦しましたよね。平野さん、いかがでしたでしょうか。ありがとうございます。こんにちは。電通第9ビジネスプロデュース局の平野です。すみません。このプロジェクトチームの編成ですね、とても、特徴的でしたね。サントリーさんの中で、マス、デジタル、企画など組織を横断したチームを構成していただき、Google さんの中でもですね、アナリストチームに参画していただきました。我々電通も、複数部署にまたがる特別アナリストチームを結成、テレビ接触ログデータなど電通独自のデータセットを活用して取り組みました。ありがとうございます。今回のように部署横断でチームを作り上げたのは珍しいかと思いますが、各チームの知見を集約したからこそ高度なデータ解析を実現できましたよね。そうですね。このようなチーム体制は急変するメディア環境下では必要であると考えています。先ほど、鈴木さんがお話しされたような生活者のメディア接触は多様化しています。それに伴いメディアプランニングもテレビを中心としたプランニングからクロスメディアでのプランニングを最適化することに変わりつつあります。そこで今回実施したのが Google ADH を活用し、テレビ、YouTube 広告を含むデジタルの施策 OH についての調査でした。実接触ベースでリーチ、態度変容、購買寄与を分析しました。具体的にはメディア間の重複リーチの実態把握、重複接触効果の分析と各ファネルごとの認知、好意度、購入意向の検証、この2つです。岡さん、ADH をご紹介いただけますでしょうか。はい、ありがとうございます。ADH とは Google が提供する
広告データ分析プラットフォームです。ユーザーの個人情報を特定しないプライバシーセーフな環境下で、広告主様、広告会社様が保有するデータを紐付けることで、統計化されたデータやインサイトを抽出することができます。ADH はいわばまな板です。データという食材を組み合わせることで、さまざまな料理を作ることができます。電通さんは ADH でどのように料理をされたのか、そのおいしいところをご紹介願います。おいしいことが大好きな私から説明させていただきます。私たちはテレビ CM と YouTube 広告の視聴ログを紐付け、相乗効果を把握しました。またモバイルでの位置情報データから OOH 広告接触データも統合してオン・オフ施策を横断的に分析しています。複層的な施策の場合、当然のこととして複数のメディアに接触します。だからこそ我々はメディア間の重複リーチの実態に着目しました。 ADH にパネルを紐付けて複数メディアをまたぐ統合リーチを把握することもよくありますが、パネルの条件が平等でない場合、メディアによっては過小評価されることがあります。そのため統合リーチは各施策の単体リーチをメディアレポートより算出しました。 ADH の計測は ID ベースで複数のメディアの重なり度合いのみを採用することで、より実態に近い重複リーチが見えたのです。実際の結果はぜひ鈴木さんからご紹介いただけますでしょうか。はい、今回私たちは重複リーチの測定にとどまらず、重複接触の効果も調査を行い、テレビ CM 単体だけではなく YouTube 広告と重複することによる認知、帯同変容、購買移行まで追いました。まず伊右衛門、プレモル、サントリー生、金麦の4ブランドを対象にテレビ CM と YouTube 広告の重複接触による効果を検証。その結果、広告認知とブランド認知はそれぞれ最大 13.9 ポイントと 9.4 ポイントのリフト。ブランド好意度は最大 8.8 ポイント、ブランド購入以降は最大 10.3 ポイントのリフトが見られたのです。すでに多くの人に愛されているブランドでも、テレビ CM と YouTube 広告を併用することで、上位ファネルからより深いファネルまで高いリフトを実現できたと感じております。素晴らしい結果ですね。平野井さん、この結果を実現できた理由を教えてください。その理由はテレビ CM と YouTube 広告のそれぞれ異なる強みがあるからなのではないかと思っています。テレビ CM は幅広い層にリーチすることができるのが強みですが、テレビ CM の接触がない少ない層も一定数存在します。 YouTube 広告はそういったテレビ CM が届きづらい層へのリーチができることが強みだと思っています。そうですね。だからこそ併用することが重要なのではないでしょうか。最後に鈴木さんはこの結果を得てどのように感じられましたか？そうですね、今回の取り組みで印象的だったのは、やはりテレビ CM と YouTube 広告を含むデジタル施策の重複接触の有効性です。重複接触により高い認知、好意度、購買移行リフトを実現できたのはとても前向きな結果でした。だからこそ複層的な施策の場合、メディアや施策ごとに単体で評価するのではなく、重複接触した層の結果も踏まえて総合的に評価することが重要だと感じました。ただ一方で、メディアと施策の組み合わせに正解はないとも感じました。引き続き得られた知見を生かしつつ、新たな施策にもチャレンジし、PDCA を回していく方針です。テレビと YouTube がそれぞれの強みを生かすことにより、広告の新しい形が今まさに生まれようとしています。今後もテレビ CM と YouTube 広告の併用事例を増やし、その可能性を探ってまいります。まだまだ道半ばではありますが、テレビとデジタルだけではとどまらないマーケティング活動において、複層化するメディアの効果検証にチャレンジし、ROI の最大化を目指していきます。鈴木さん、平野井さん、とても実りのある取り組みをご紹介いただきありがとうございました。
このセッションのまとめは3点になります。1つ目、組織を横断して知見を集約することで高度な分析を実現する。2つ目、ADH を活用し複数メディアのデータを紐付け、より実態に親しい効果分析を行う。そして3つ目、複層的な施策の場合、重複接触のした結果を踏まえて総合評価をする。皆様にとっても今お持ちの課題の解決のヒントになることがあったのではないでしょうか。改めてお二方、どうもありがとうございました。